ベトナムの最大の商業都市ホーチミン。フランス統治時代には当時のパリを思わせる街並みが築かれ、その多くが今も利用されるなど、東南アジアらしい喧騒独自の優雅さが共存する街。一押しベトナムグルメを大紹介。果たして一体何が待ち受けているのか。日本から直行便約5時間30分で向かったのはこちら。おはようございます。おはようございます。イエーイ。ホーチミン。ホーチミン。初めてお金もね、空港内で両替しました。両替しました。イエーイ。まあ大体レートは一緒なんで、最低限だけ両替して観光しに行きましょうと。はい。イエーイ。はい。本編に入る前にベトナムの旅の基本情報をおさらいしておきましょう。正式名称ベトナム社会主義共和国。首都はハノイ。人口は約9370万人。面積は日本列島から九州を除いたのとほぼ同じ。日本との時差はマイナス2時間。ベトナムの通貨はドンです。紙幣の柄も似ていてとても難しいです。末の数字00を取り除き2で割ると日本円になると言われています。両替は空港、ホテルのフロント、街のジュエリーショップなどで両替ができます。ビザは15日以内であれば観光ビジネス問わず大丈夫です。ベトナムは都市によって気候が異なり、ハノイの冬は寒く、ホーチミンは年中暑いです。もちろん水道水は飲まない方がいいです。日本で有名なイロハスの飲料水が売っています。トイレには紙がないことがありますので、常に携帯しておきましょう。ベトナム料理はマイルドな味付けのため、日本人にも比較的食べやすいのが特徴です。移動はグラブタクシーがおすすめです。スマホを使えばすぐ利用可能。通常よりも2割ほど安くタクシーに乗れます。ベトナム観光に必須なアイテムなんです。高島屋の裏手にちょっと映えスポットと言われているお寺があるので、イエーイ。まずそこから行ってみましょうか。はい。行ってみよお寺はう。こちらですね。ちょっと入ってみたんですけど、ちょっと写真撮影は動画撮影禁止で、撮影は禁止ということで、もうすごく監視されますのでお気をつけよう。じゃあ次行ってみましょう。で、次がホーチミンのメインストリート。この辺りは近代的なデパートや高級ホテル、高級ブランドが立ち並び、市民有数の一等地なんです。通りにやってきました。後ろにあるのが、オペラハウス。オペラハウス。劇場ですね。あれ、これは見に行く？はい、行かない？行きます。行きます。はい。いつ？あさってぐらいかな。イエーイ。2025年の現在ではベトナムの伝統の竹を使ったサーカス公演が行われています。牧歌的なベトナムの民族や文化とアクロバットとコンテンポラリーダンスを融合させたサーカスの技は必見です。網かごや竹製のかごなど素朴なベトナム産の小道具も見逃せないポイント。詳細は概要欄をチェックしてみてください。オペラハウスちょっと見ましたけど、はい。ここはもうすぐ近くのとこですね。おう、ベトナムの家庭料理ポーテ当店。ンを食べてみたいなと思います。当店どれですか？お店はもうちょっと先です。あっち？行ってみましょう。行ってみよう。お腹すいた。ペコペコ。ドンコイ通りに立つ古いアパートからグエフエン通りに抜ける裏路地にあるお店。北部出身の女性が約60年間お昼のみ営業している人気店なんです。バーテムは店名で、料理の名前はブンティットヌオン。
米粉麺の上に焼肉と野菜と揚げ春巻きが乗ったローカル麺。はい、これかけるんですね。ちょっとかけます。こっち私のですね。そうめんみたいな。そうめん、こんにゃくなんだろう。見た目そうめんっぽくない？ねいただきます。いかがですか？美味しい。お肉ジューシー。あ、本当。美味しいこれ。肉やピーナッツの香ばしい香りと自家製春巻き、甘めのタレが絶品なんです。全然麺っぽくて米っぽって感じがしない。これはヌクマスっていうんだよね、タレ。ぬくます。甘酸っぱいタレをかけて食べます。なんか結構タレかけた方が美味しいかもしれない。お肉と何米のを一緒に食べるとめちゃくちゃ美味しい。美味しい。最高。美味しい？美味しい。美味しい。ね、ちょっと甘酸っぱくて暑い時にはちょうどいいね。この暑い時本当にさっぱりしてるね。美味しい。はい、オーテム美味しかったね。美味しかった。でもすっごい奥まった分かりづらいところにあります。ね、気をつけくださいと。この目印としてはこのQレターみたいな名前があって絵画があってその奥にお店があるので美味しかったのでね。はい。で皆さんも行ってみてください。じゃあ次。ホーチミン市人民委員会庁舎。東洋のプチパリと称されるホーチミンを代表する華麗なるコロニアル建築。1008年のフランス領インドシナ時代、駐在フランス人のためにパブリックホールとして誕生した豪華な建築物なんです。100年の時を経った今でもリレーフ装飾が施された庁舎の美しさは色あせず、当時の華やかなコロニアル文化を今に伝えています。パリのオルセー美術館。当時の最新のフランスのデザイン技術とかが入ってる建築物です。はい。じゃあ実際行ってみましょう。行ってみよう。パステルイエローの外観が印象的なコロニアル建築。郵便局の内部はアーチ型の天井が特徴的な広々とした空間です。アーチ型の天井はウォルト様式と呼ばれ、ゴシック建築の特徴的なもので、空間がより広く見えるように工夫されています。聖母マリア教会。ナトレドームって言います。ナトレドーム、っていう名前なんだ。マリア様。あそこにマリア様がいらっしゃいますよ。そう、これがね、イタリアの彫刻家が作ったんですって。イタリア。見てください。もう完全に今工事中で入れませんので。見たかったな。雰囲気だけ。見たかった。見たかったけど残念。こんな立派な教会見れるなんてめったになさそうだから見たかったな。
ホーチミンシティブックストリートっていうところでやってます。イエーイ。なんかすごいおしゃれ。それが一番。わすごい。すごい。5つ星ホテルです。で、セレブたちもよく泊まったりする有名なマジスティックホテルっていうところです。すごい。ここの内装がね、ちょっとおしゃれな。確かに。日本でいう帝国ホテルみたいなとこなんで、そこに、ここの8階にバーがあるので、 M バーっていうバーがある。ここ行きたかった場所ね、すごい。はい、ちょっとぜひ行ってみましょう。M バーに女性トイレも。あら、まあ。わ、すごい。オッケー。わ、すごい。ほら、一望できますよ。わサイゴン川を往復するクルーズ船を眺めながらお酒を飲んでゆったり気分に。フードも充実しています。ご飯のお店に食べに行こう。結構有名なんでしょ？ビル・クリントン第42代アメリカ大統領が来店したことで知られるフォーの専門店。現地の食通が通うホーチミングルメ。ホーチミンの有名店です。有名店。美味しい。お肉。美味しい。お肉柔らかいね。柔らかい。もう、こう。美味しい。なんかスープはあっさりしてる。あっさりしてる。肉柔らかい。美味しい。お肉ちょうどいい柔らかさだね。おはようございます。おはようございます。ここがですね、ホーチミンで有名な天体市場ってのがあるんですよ。ちょっと匂いがきついらしいんですね。でもいろんなものが売ってます。ね、観光に来たら、まあちょっと見てもらう。ぜひって感じ。結構ぼったくられたりするらしいんで、あんまりここで買うのをお勧めしないとは聞いてます。賞味期限が張り替えられてる可能性あるから、食べ物とか要注意だと。ね。ちょっと行ってみましょう。大規模柳市場で食料品から雑貨、衣類まで揃う。フランス様式の建物内には小さい店舗が連なり迷路のようになっている。出入り口にはブロックごとに区画された地図があるが、まず把握することは不可能です。ベトナムコーヒーや茶器など定番なお土産物もあるが、奥には食堂もあり、フォー、春巻きなど軽食が取れます。値段は交渉となるので気を締めてかかろう。また交渉中にスリに遭う場合もあるので注意が必要です。ベトナムは空港でお金を買えるより、こういう宝石店とかでお金を買えた方が、為替のねレートがいいんですよね、ここでも。なんでみんなぼったがって
集まってますね、人がいっぱい。こういうとこですね。よし。すごいですね。さすがに量。で、やばい、チカチカしてる。赤になる。すごいとこで並んでんね、みんなね。はい、こちらですね。着きました。あ、多分こっち、あっちだと思うよ。もうこれに並ぶのかな。結構並んでる。まあ、めっちゃ並んでんじゃん。まずオーダーだけ先にしちゃいます。イエで、その後に受け取りの列に並びます。まあ、エミ手で半分できそうだから1個でいいよね。1個でいい。受け取りするのに時間がかかりますので。かかる。結構だいぶタイミングが良きゃすぐ並べるだろうけど、タイミング悪いデカ盛りバインミーを実食です。で、隣でイートインスペース、この奥にもイートインスペースがあります。地元民にも大人気、大行列のバインミー専門店。サクッとふわっとしたフランスパンに自家製のベトナムハムやナマスなどを使ったバインミー、これが絶品なんです。加工されたお肉本当に美味しいんだけど。美味しい。お好みで大根と人参の漬物みたいなのと、あとニラと唐辛子と玉ねぎみたいなのが入ったやつをお好みで入れて、あときゅうりもありますね。きゅうりも入れて。とかのさ、なんか美味しい。すごいなんか味がしっかり一個一個してる。でなんかこのパインミーのパンもさパリパリしててすごい美味しいよ。フランスパンとはちょっと違うねやっぱね。勢いで2個って頼んじゃったら多分失敗だったねこれね。デカ盛りなので皆さんボリューミーだよボリューミーです。これ好き私。あ、本当。めっちゃ好き。ホーチミンやハノイに数店舗ある生春巻き専門店、ラップ&ロー。王道の生春巻きが食べたいならここ。大きなエビと甘味噌がとても相性抜群なんです。ホーチミンの北部にある、ダンディン教会っていうところやってきました。教会の向かい側にあるコーヒー店のテラスで写真撮影することがおすすめです。パスター通りの北上した場所にあるローカル食堂。店名の通りフォーを食べれるお店として現地の人に大人気のお店です。焼き加減が選べ、メディアムレアの牛肉はホロホロとほぐれるような柔らかさが人気の秘訣。テーブルの上にあるパンを4000ドン払い、スープに浸して食べるのもベトナムの通な食べ方。はい、ユンさはい。んのバインミー屋さんにどこでしょここなんですけど、この奥の方。う。こっち？はい。はい。ミシュランにも載ってますね。
すごい。弁丹市場の近くにある隠れた名店で地元の人のように食事を楽しめる。鮮やかな黄色い壁が村の家の外観を再現しており、居心地のいい雰囲気です。この奥まったところにお店があったんだ。この店の一番人気、バインセオ。ベトナム南部の伝統的な味わいの絶品料理です。サクサクとした食感の生生地に新鮮なエビや豚や野菜が包まれています。付け合わせのヌクマムと一緒に食べることで、ベトナムの深い旨味が口の中に広がります。美味しそう。タイミン美味しい。ブイビン通りにやってきました。ホーチミン最大の繁華街と言われているブイビン通りなんですけど、まあ賑やかだね。渋谷みたいだね。あ日本でいうね。歌舞伎町というか。歌舞伎口としては。すごいね、ギラギラしてますね。あ、ビア、あ、レーター。じゃあ、グッドストリート。あ、ソニー。すごいギラギラしてますね。イランのビルグルマンにも掲載されているカニの有名店、チュイ94っていうところに行ってみたいと思います。2024年のミシュランビルグルマンにも掲載されています。これ殻ごと食べる。殻ごと。いただきます。おいしい。これがエビカニラーメン。次回予告。凶暴なワニ、大量のナマズ、メコン川クルーズに出発。
一体何が？チャンネル登録よろしくね。いいねとコメントもお待ちしてます。